今回は、我が国以外で着実に進む中国包囲網について取り上げます。アメリカや台湾、オーストラリア、ヨーロッパ主要国は、中国に対して強い態度を表明していますが、我が国はいつまで経っても中途半端な状態が続いています。先日は、王毅外相が来日した際の発言。日本漁船が、長魚島周辺の敏感な水域に入る事態が発生し、やむを得ず非常的な反応をしなければならない。我々の立場は、明確で、引き続き、自国の主権を守っていく。敏感な水域における事態を複雑化させる行動を避けるべきだ、に対して、茂木外相は、薄ら笑いを浮かべるだけで全く反論しませんでした。これに対してネット上では、どうしてこんな無能な政治家が存在するんだ。政治家としても日本人としても失格。そんなに中国に媚びたいのか。などと大炎上してしまいました。自分より強い人間には何も言い返さないで、その分、自分より弱い人間には強く当たる人物像も暴露され、器の小ささもバレてしまいました。アメリカ大統領選挙で不正が疑われているにもかかわらず、バイデン氏が勝利と見越した動きで、日本の親中派が勢いづいていて、中国からの観光客受け入れに関しても緩和しようとしているほか、習近平氏の国賓来日に関しても進めようとしている模様です。マスゴミと称される我が国のメディアも、中国の人権侵害や、香港問題、尖閣問題などに関して真剣に向き合うつもりはないようで、毎日のように、ウイルスの恐怖を煽り続けています。希望としては、世界中のメディアに騙されない人たちが声を上げ始めていること。そして、その声が政治を動かします。欧米では、このまま中国を膨張させ続けると、とんでもないことになると気づき、じわじわと中国包囲網を形成しています。フランス、英国、ドイツの海軍は、この数ヶ月、インド太平洋地域の安全保障への関与を相次ぎ表明しています。欧州主要国は日米の安全保障政策に協調して中国共産党の拡張主義に対応し、地域のルールに基づく貿易保護や国際秩序の維持に加勢する模様。フランスは2021年5月、尖閣諸島周辺など日本の離島付近で日米とともに初の陸海合同演習を実施。また、英空母打撃群は、南西諸島を含む、西太平洋に派遣され、長期滞在するとのことです。産経新聞12月6日付によると、離島における日米仏の防衛、奪還作戦を含む水陸両用の共同演習は初となります。演習は、尖閣諸島の周辺海域で行われる予定で、同海域の領有権を主張している中国を牽制する狙いがあります。中国は2010年代からすごい勢いで軍事力を高めていて、中国海軍はすでに遠洋の核抑止力を持ち、2021年までに3隻目の空母を進水させるとしています。そして、次世代ステルス戦闘機の整備も宣言している状況です。この動きに対して、ヨーロッパでも警戒する動きがあり、英国のボリス・ジョンソン首相は、11月19日の議会の演説で、英国の最新空母クイーン・エリザベスの打撃群をインド洋や東アジアに派遣し、日米両軍の共同訓練や航行の自由作戦に参加すると述べています。ドイツはインド太平洋地域を外国政策の優先課題とする地域政策を発表。人権や貿易保護から地政学的な権力構造の変化がドイツに直接影響を及ぼすとして地域への積極的な関与を表明しました。インド太平洋で、豪独海軍の共同演習を検討していて、領土問題、国際法違反を含む中国の世界覇権を狙う野心には、多国間でアプローチするほかないと国防省は語っています。我が国も、中国に対して、しっかりとものを言える政治家に立ち上がってほしいと願います。そして、腐りきったメディアの中にも間違いを正せる人たちがいることを信じたい。まずは、一人一人が未来のことを考え行動する必要があります。声を上げていきましょう。今回の動画はこれで終わりとなります。
よろしければ、動画のシェア、チャンネル登録、高評価ボタンのクリックをお願いします。コメントもお待ちしています。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。